前回のね実験動画の続きになります。今日がね6月の15日、実験を開始してから3ヶ月経ちました。でねその経過報告と、今後の育て方をちょっと変えてやっていきたいと思います。はい、まずはね水です。こうね見るとだいぶいかつい魚子が出てきてますね。次は花工場。こうやっぱ水と比べるとね、だいぶ違いがわかると思います。いい感じですね。次ね、力ダスです。時的にはこんな感じかな。力ダスはねそんなに花工場と変わりない感じもしますが、やっぱね花工場の方が抜群に良かった感じはします。あくまでも個人的な感想です。ね、いい感じです。やっぱね今回やってみた結果だとやっぱ花工場が良かったと思いますね。はい、株のね個体差もあるんで、一概に花工場がいいとかそういうわけではございません。あくまでも実験動画になります。でね、もう6月入ってもう梅雨なんですね。じゃあこれからどういう風に変えていこうかっていうところなんですけど、今回ね、液肥とか活力液使ってたんですけど、使ってるね用土は全部同じでやってました。なんでねこっから先はちょっと用土も変えてですね管理してみたいと思います。もちろんね液肥もまた使ってですねやっていきます。でねちょっと実験動画ってことなんで本当は出したくないんですが、一回これ出して根っこがどんな感じに張ってるかね出しちゃいたいと思います。はい、それでちょっと調子が崩れたらしょうがないっすね。もうねちょっと力出してみたいと思います。はい、じゃあねまず水で管理したやつから出します。すごいですね。結構太い根張ってますね。新しい根も入ってますし、あとこれからなんか出てきそうな根もね見えます。はい、じゃあ次花工場です。そうですね、やっぱ太いな。
全然違う気がします。全然違う気がするとか、全然違いますね。これちょっと分かりづらいと思うんですけど、太さとね、あとその太い根っこがぐるっと回ってんですよ。こっちはね細いんですよね。ああ、なるほどね。こういう違いがやっぱ面白いですね。太いです。よし。で次力ガスです。力ガスもね、やっぱ太いですね。太いけど、花工場よりかは細いかな。水よりかは太くて、これ水。そんなに違いはないですけどね。やっぱこっちの力ガスの方が若干太いかな。でこの花工場に比べちゃうと、花工場の方のが根の張りがいいかなぐらいです。結局根っこなんでしょうね。こうやって見てみるとやっぱり面白いです。根っこがどんだけ、太く多く張れるかで、こう違いが出てくるんでしょうね。面白いです。でね、今回使ってた用土っていうのはほとんどの鉢で管理してるアガベ使ってる、うちがね、僕が使ってる用土全部同じなんですけど、赤玉軽石、木炭、ゼオライトになりますね。基本水はけ重視の土作りをしています。でね、今後のちょっと育て方ってのは、このね室内っつっても倉庫の中なんですけどね、屋根があって、日はそこそこ入ります。日中で風も吹き抜けてよく風通しはいいです。でね、ちょっとね用土を変えてやってみようかなと思いますね。ちょっと試したい土があるんで、それをやっていきます。でね、土をね作り直しました。花工場の方は前回使ってた土をそのまんま使いました。これは変わらずこれを使います。でね、力ガスの方がパーク堆肥ですねと、最近よく使ってるサボテン観葉植物に使う土かな。ちょっとね入ってんのはゼオライトとか赤玉とか、あとパーライト、あとなんだっけな、そこら辺入ってるんですけど、結構ね粒が細かいんですよ。だから結構ね水はけもよく、安いしよく使ってます。それにね今回パーク堆肥を少し入れて、力ガスの株の方にはそれでちょっと試してみたいと思います。で最後水でね管理してた株なんですけど、これね一回ちょっとやってみたかったんですけどね、どうなるかって感じなんですけど、黒土
黒土、野菜とかでね使う黒土、ホームセンターで普通に売ってるんですけど、それにヒューガとあとゼオライトですね、混ぜてやりました。黒土はねもう本当に土固まってない土なんで泥になっちゃうか水はけ悪すぎちゃうかみたいな感じだったんで、少しヒューガとかね混ぜました。ちょっと今水かけてどのくらい水はけがいいのか悪いのかちょっとやってみたいと思います。めっちゃ悪いっすね。めっちゃ悪い。めちゃめちゃ悪いです。でもねこれちょっと狙い通りなんですよね。ってのが今回これから梅雨入って中で今度 LED ライト管理するんですけど、そこでね水はけがいい土よりか水持ちがいい土ならどうなのかなってところが考えてまして、根腐れとかね、あとは菌が繁殖しちゃったりとか、梅雨時期ね湿度高いんでそういうのはすごく怖いところはあるんですけどね、水持ちがいい土を使ってみて育ててみたいっていうところがあったんで今回ちょっとこれを作ってみました。観葉植物のね土とかよくホームセンターで売ってるやつはほんと植物始めた頃使ってましたけど、だいたいカビ生えてカビだのキノコだのいろいろ生えてダメでしたね。だからあれはちょっと相性悪いんであんま使ってないです。で次サボテンの土にパークタイヒエータリキダスの株に水かけます。水はけいいっすね。ものすごく水はけいいです。ただねこのパーク堆肥がねいいと思いますね。よいしょ。次ねいつも通り使ういつも私が使ってる硬質赤玉軽石、木炭とゼオライトです。その4種類をブレンドした土ですね。これに水かけていきます。これがね一番水はけがいいです。逆にね乾きやすいっていう難点がありますね。またね同じ感覚で水あげてねどのぐらいの変化になるかっていうかそういうのを試してみたいと思います。もしかしたら黒土の方はねカビが生えちゃいましたとかなるかもしれませんしね。もう全然違うな。黒土の方重たい。なんか泥出てきてるしねこれダメかもしれないですね。今回今水あげたんですけど LED ライトに当てて1週間、水が1週間ぐらいで乾いてれば1週間ぐらいであげるようなペースで、
やっていきたいと思います。はい、特設ステージを作りましたってなったとか、そういう風にちょっと当ててみてほしいなと思います。ちゃんとプレゼントも考えております。